やー、勝ち残れませんでしたなんか少しでも学校遅れたりするとすごい鬼電がかかってきたりとか今どこにいるみたいな。恋愛とかはどうだったんですか？ Hey guys and girls, on Ask Japanese, it's Kat the Cat. We met some girls who went to an all-girls high school, and we want to know what going to a girls-only school in Japan is really like. So let's go and ask Japanese. 高校の時にはその科目の勉強以外に難しかったこと、例えば後輩先輩関係とか部活とか何かありました？難しいところ。部活はバイトしてたんでやってなかったですけど、なんか友達関係とかね、結構女子校だったので割と闇があるというか。どういった闇が多いんですか？男子がいない分女子が繕わないでもう素の自分でずっといるので結構性格が分かれますそうだね結構裏がありますね。じゃあ2人とも女子校で、じゃあ女子校で一番苦労してるのはその人間関係ってことですかね？ですよね。勝ち残るっていうかうまくやるコツとかなんかあったんですか？いやー、勝ち残れませんでしたひっそりと過ごしてましたなるべく話題に巻き込まれないような感じかなよろしくお願いします。自分が思ってる女子校のいいポイントとちょっとやっぱり良くなかったポイントは何ですか？やっぱ入る時には女子校っていいイメージだと思ってたんですか？そうですね。なんか親しみやすさはあると思います。やっぱ女子なので話しかけたりとかも結構楽にすんなりと仲良くなるにはすごい早いと思います。自分もそうだったんですか？そうですね。あんまり男子がいない分緊張せずに、この子とも友達になる時とかもうすんなりね些細なきっかけがあれば全然友達になれるなって。男性がいるとそんなに早く友達になれない？素の自分じゃなくてちょっとキャラクターを作ってそれ演じるみたいな感じが多い気がします。ワントーン声高くするみたいなちょっと可愛くしてみたいな。そういうのは一切なし。そうですね。女子校はなかったです。他になんか女子校に入ってよかったとは何ですか？なんか私たちの高校はなんか先生が結構過保護気味なところで世話焼きすごい大事にしておせっかいを焼いちゃうみたいな心配性じゃあなんか母方みたいな感じ？そんな感じの先生でした。最初はすごいしつこいなとか、なんか嫌だなって思うことはあってもすごいなんか卒業して思うとなんかちゃんと私たちのことを思って言ってくれたことだなっていうことが分かるからいい学校だったなっては思います。先生は主に男性の方女性の方ですか？先生はいやどっちもいましたね。あんまり若い先生がいなくて保護すぎるとか過保護だなと思ってるところは？すごい連絡してきたりとかそうだね。なんか少しでも学校遅れたりするとすごい鬼電がかかってきたりとか今どこにいるみたいななんか連絡こっちからしないとすごいかかってきてどうしたのっていうのが多かった。直接自分の電話に来るんですか？家の電話に来ますね。お宅の娘さんはどうしたんですか？どこにいますかみたいな。そうですそうです。じゃあ朝10分遅れる時には来るんですか10分だと来ないですけど授業が始まる前ぐらいから電話がちょっとずつかかってきたりとか。授業が始まる前からも自分がいないってどうやって気づくんですか？出席を取るんですよ。ちゃんと一人一人取るのでそれで分かっちゃいます。じゃあ出席取っていないからすぐにかかってくる感じ？そうですね。教室に戻ったらもうかかってくるみたいな自分はじゃあそれで一回遅れたことあるんですね。なんか遅延とかで遅れちゃった時はなんかかかってきてっていうのが親から連絡が来ておーって準備はいいですか？見た目でわかるんですけど、結構アニメとかそういうのも大好きなのでそういったアニメにありそうな瞬間ありました？文化祭とかは結構身内しか来れない文化祭だったんですけど他校の人とかも入れないしだから親とか親戚とかそのぐらいしか入れなかったんですけどなんか行事ごとにはすごい張り切ってやってましたねなんかすごいみんな学年一学年で一つの作品をみんなで作り上げてすごい作品を作って思い出を作ろうみたいな親睦を深めようみたいな行事は結構多かったですね。文化祭以外とかにも。じゃあ女子校に通ってよかったの1点教えてください。ベスト1。この仲良しができたことです嬉しい今でももう卒業してからずっと友達？そうですね。
じゃあ逆に通って大変だったところは何ですか一番。これ生活習慣の問題なんですけど、朝起きるのが苦手で、で遅れたらすぐ電話が来るしそれが私的には一番でしたまあこの子が朝来ないので朝来なかったので、それがって感じです。メール送ったりどこどこそうですよ。どこどこみたいな今こことか言って近所報告を俺が相手だ。その日本では選ぶんじゃないですか、どの高校に行くとか。自分も選んだと思うんですが、なんで女子校にしたんですか？一番は近かったっていうのも、電車で一息ぐらいだったので通いやすかったっていうのが大きいですかね。でしかも結構校内が綺麗で過ごしやすい環境で、なんか説明会っていうのに行った時にすごい素敵な学校だなみたいな綺麗だし制服って可愛かったですか？あ、なんか制服が2種類スカートが2種類あって、チェックとあとグレーのグレーっぽい、なんかグレーは、清掃の時、ちゃんとした時に着るスカートと2種類あって、その2種類はどっちでも着てよくて普段はなのでなんか結構可愛かったかな、個人的に。じゃあ今日はグレー、今日はチェックみたいな、自分で、ね、気分によってブラウスの色とかもなんかブルーと白があって組み合わせてちょっと自分スタイルでちょっとチェンジしたりとか。そうですね、はい、ブレザー良かったね。うん可愛かったです3、2、1、0。恋愛とかはどうだったんですか？みんななんだろう、女子校卒業した途端にめっちゃ彼氏できたりとか、やっぱり出会いが少ない子は多かったなって感じますね。じゃあその時には周りにも彼氏がいる子とか少なかったんですか？少なかったでもいない子も結構いた。出会いが少なかったけど、クラスの中には彼氏行った子もいたんだけど、みんなどうやって知り合ったっていうとこ話聞いたんですか？なんか友達の友達の紹介みたいな、大体紹介って言いますね、みんなあとは中学からの友達が恋愛に発展してとかが多かったですかね。でもちょっと難しかったんですかね？そうですね。でも逆に教室の中に恋愛が、できないからこそ楽だったんですか？それとも大変だったんですか？でも気は使わなくてよかったのかな。やっぱね、男性の目があるとね、こう仲良くしたくても男性とお話できなかったりとか、なんか嫉妬されちゃって喧嘩しちゃってとかが絶対少なからずはあるので、そういった意味では女子校はすごい楽だったと思います学生時代で一番辛かったことは何でしょう？テスト勉強。テスト勉強、確かに高校で一番テストの時に何が辛かったんですか？頭が悪すぎて日本人なのに語学力がなさすぎてどの科目が一番大変だったんですか？現代文とか古典とかが日本ならではのがあできなかったですね。どういったところが難しいんですか？と昔の読み方がちょっと独特だったりとかで、今とは全然違う漢字、なんか漢字ばっかりだったりとか、読む順番も違ったりそう昔の日本語っていうの授業があるんですね。ありありましたますね。ね。テストの点数が本当にやばかったです。どれぐらいやばかったんですか？ 50いってるかなぐらい。どうやって頑張ってパスできたんですか？なんか補習とかあったよね。補習受けてない。なんか悪かったら補習とかがあって、なんか課題のプリントを出さなきゃいとか、そういうので克服してました。テストを返却されてもちゃんとまたテスト内容をまた勉強する、テストの回答をまた復習、先生が全部教えてくれるので、また悪くても、上達するというか、テストの点数が上がりやすいというか、分かりやすくはなると思います。じゃあもう一回1年繰り返すとかそういうはないですね。それはないですね。ない留年はしてないです。はい、じゃあすべての質問でした。ありがとうございます。ありがとうございました。It's easier to make friends with girls as a girl when there are no boys around. I wonder why that is. If you have the answer, be sure to let us know in the comments down below. Also, what I seem to see a lot is that girls-only schools are very, very strict. So, for example, I spoke with some of my friends and they said
On their way to school, they were not allowed to make any detours and they always had to go straight back from home. They weren't allowed to wear their school uniform anywhere else apart from the school and the way home, and they couldn't even go to a ramen shop or just have a little snack with their friends on the way home. That was one of the rules. Number one, they were also not allowed to carry a smartphone with them at all times as long as they were wearing the school uniform, which I find really weird because for safety reasons, I totally would let my child carry a phone if I had one. On the other note, also I went to a girls-only school as well. And I must say mine was pretty strict, but not as strict. We actually had nuns teachers and normal teachers. It was very strict. But we didn't have a school uniform. So what is being or going to a girls-only school like in your country? Let us know in the comments down below. I hope you enjoyed this video. There's going to be more stuff from Japan coming out from Tokyo to you wherever in the world you are. So be sure to be subscribed so you don't miss it. And if you've been with us, don't forget to leave a big like on the way out. I'll catch you soon for more stuff from Tokyo. This was Kathy Cat. Bye!